皆さん、こんにちは。日本語レオです。ということで、今回お話ししていくのは、日本の本屋の現状とその対策について、このテーマについてお話ししていきたいなと思います。日本っていうのは、今、本屋がどんどんなくなってきているんじゃないよ。そういうお話なんですね。今日は、そのことについて、NHK のね、ニュースサイトから情報を引用しまして、具体的にお話ししていきたいなと思います。この動画を見ることによって日本語を学びながら実際に日本の本屋の現状とその現象に対してどのような取り組みがなされているのかっていうことについてお話ししていきますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。皆さん、本読まれてますか？はい、ということでやっていきましょう。皆さん、日本の本屋さんっていうのは10年で何%減少しているか、ご存知でしょうか？こちらのデータによりますとね、10年間で約30%の店舗が減っております。約4600店がね、減少しており、現在では1918店舗。まあ、なんでしょうかね。まあ、僕の身の回りに、10店舗の本屋さんがあるとするならば、そのうちの3店舗がなくなってしまっているよっていうのが、この本屋になっているわけですね。そう聞くと結構減ってきているっていうのはあります。まあ、特にね、小さい店舗、こういうの小規模店舗って言います。小規模。規模っていうのは、なんかこう、スケールって意味ですね。これがだいたいね、1坪から49坪って言われてるんですけど、その1坪っていうのは、どのぐらいの大きさなのかっていうと、3.3平方メートルって言いますけど、そのぐらいの大きさが1坪なんですね。だからなんか、まあちょっと小さめの店舗が一番減ってきているっていうようなところなんですね。まあ日本では、その文教堂とかね、ほにゃらら堂って言われるような、結構大きい、チェーン店のね、店舗って多いんですけど、そういうような店舗は残るけど、個人店がやってるような書店っていうのは潰れていってしまっているっていうような感じですね。はい。まあ実際にね、まあ活字離れっていうのは今に始まったことではなくってですね、そういう中でもやっぱ売れてるのは漫画だったりとか雑誌っていうのはあるんですけど、雑誌や漫画っていうのが電子化ですね。例えばですけど、電子の代表例といったらこの Kindle ですね。Kindle で実際に漫画を読みますとか、あとは、まあ、LINE 漫画とか、いろいろなね、こう、電子書籍のサイトってあるんですよ。めちゃコミックとかは結構ね、CM になってたりとかするんですけど、そういうの中で実際に電子に置き換わってしまっている。で、電子で買うってことは、要するに本買わなくていいってことになってしまうので、そうすると、やっぱ店舗っていうのも減ってきてしまう。売り上げが減ってしまうから店舗も少なくなってしまう。で、そういう現状があるみたいなんですね。まあなかなかね、僕は本を読む人間としては、消えてしまっている書店っていうのは、かなり、悲しかったりとかしますけど、ちょっと、僕もなんかね、アマゾン買ったりとかするんで、まあなかなかね、言えなかったりとかするんですけど、まあそういった中で、実際にね、売上回復への工夫ということで、どういうことをされてるのっていうことなんですけど、例えばですけど、このね、記事の中では2つ、紹介されていました。1つ目は、品揃えとか店舗の並べ方。陳列って言うんですけど、商品を並べることをね、陳列っていう風に言うんですけど、その陳列のやり方の工夫をしてみるってことですね。陳列の仕方を変えてみるっていう方法です。例えばですけど、僕はね、よく、まあ、本屋行くんですけど、行った時に、あ、面白いと思ったのは、この本、中田敦彦の YouTube 大学に紹介されましたよとか、実際に YouTube で取り扱えられた本っていうのを実際に並べてみるとか。そう。っていうのをよく見てました。あ、これ、あの YouTuber が紹介してた本じゃんとかね。そういうのをね、実際にあったりとかします。あとは、その、店員さんからの推薦コメントみたいなのもね、付箋みたいなのでね、こう、貼ってあるっていうのがあります。この本おすすめな人は、この人ですみたいな、そういうね、すごくなんかこう、この小説は泣けるとか、なんかそういうの書いてあるんですよ。だからそういうのを見ると、なんか、ちょっと読んでみようかなっていうふうに思うじゃないですか。なんかその特定の
本屋さんを、なんていうかな、愛着を持ってもらうというか、好きになってもらうために、特設のね、コーナーを置いてみたりとか、店員さんからのコメントを置いてみたりとかっていうような感じで、工夫されている店舗さんも見られます。はい。あともう一つは、著者を招いたイベントや読書会を定期的に開くなどされているみたいですね。これはどういうことなのかっていうと、本を書いた本人がいるわけですね。で、その本人がその本屋さんに行って、例えばサイン本を書いてみるとか、そう、サイン本を書いてそこに置いてきますとか、そういうことをね、されていることは結構多いです。現地に行って、じゃあちょっと20名分くらい書かせてもらいます、みたいな。これはね、販売方法みたいな感じでやられてるんですけど、そういうものだったりとか、普通にイベントを開催してみるとか、そういうようなところで売上回復に向けた工夫っていうのをされているっていうような、そういう対策をされているみたいなんですね。はい。というわけでね、今回は、日本の本屋さんに関する現状を話させていただいて、新しい機械だったりとかね、工夫、どんどんYouTube で実際に消化していく。YouTube で学んでみるとか、あと電子に流れてみるとか、結構、なんていうかな、その本を買う機会っていうのが、いろいろなね、選択肢が増えたことによって、本屋そのものの需要っていうのが減ってしまっているっていうのはあるんですけど、でも、新しいことについて学んでみたいとか、そういうような需要っていうのは、まだ一定あるとは思うので、新しいね、販売促進とか、新しい施策、例えば、本屋さんとカフェを一緒にしてブックカフェを作ってみるとかね。いろいろなね、工夫のやり方ってたくさんあると思うんですけど、これからもね、ちょっと僕は本を読む人間として、実際にね、残ってもらいたいなっていうふうに思いますし、皆さんもね、日本語で学ぶ機会ということでね、本を使って実際に本を読んでみる。本を読んで勉強してみるっていうのもすごくいい日本語勉強だと思いますのでね、ぜひ一緒に見守っていきましょう。というわけで、ご清聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。